ねえ、今やばいよ、本当に。今さ、2時なんだけど。おそろって怖いのも、なんかマスクも、なんか枕も縦。枕縦になってます。気づいたら起きたら。ね、本当にさ、やばいの、ここ、一週間は言い過ぎ。ごめんなさい、盛りました。一日ここ一日昨日から、久々の、風邪はひいてないんです。これ寝るときに、口が乾燥するのがやだっぺって感じ。久々の、あれなの、生理が始まって。もう何もする気がなくて、何この価格やばいじゃん。超低用量ピル飲んでんだけど、なんか時々来んの。あれでは私、ちゃんとさ、なんていうの、時間も決めて、1分も、1分は言い過ぎ、10分は絶対、差がないように、誤差がないように飲んでんだけど、なんか、稀に来んの。なんか、ちゃんと飲んでても。これマジ価格合ってんのもいいよ、価格とか。昨日、若干なんかテンション下がるな、気分ちょっと落ち込むなって思ったら、はい、お帰りなさいみたいな感じで、いらっしゃいませって感じで、でもうマジでやる気なくて、何もあれ、なんかあんた部屋がちょっと違う感じじゃないって、こんだけでも気づいた方、あなたはすごいです。あなたはもう研究者博士です。部屋の大改造フェスティバルを開催してて、超大改造してんだけど、で途中で生理が来ましたでしょ。だからなんか全部途中で終わってんの。だからお部屋がすごいの、本当にお部屋がすごいの。じゃあさ、綺麗にしようよ今日って。無理無理、今日が一番やる気ないからってことで、もうなんかもう本当にやる気がない日を、やる気のない日をみんなに見ていただこうかな。すごい価格でお送りしてごめんね。見たことあるこの価格。すごくない？肩痛いんだけどこの価格。じゃあやめなよって。本当にさ、生理って参るよね。参っただよね。もうさ、何もする気が起きねえっす。ね、本当にさ、私マジで大改造してんの、お部屋。やばくない？見て、だってこことかさ、やばくない？でもまだ途中なんだけど、レンガなんですけどみたいな。ここはニューヨークですかみたいな。ちょっとテーマもあんの。マジで聞いてほしい。こっちはニューヨークなの。で、あっちは、あっちの部屋ね。あっちの部屋っつってこっちの部屋っつって全部繋がってんだけど、あっちの部屋は、ヨーロッパにしました。イメージはパリなんだけど、でもパリにしてはちょっと色が可愛すぎるんで、なんか本当はオランダ、アパルトマン。でも部屋が汚いです。どうしましょう。今日はもう私は頑張りません。頑張ることをやめております。とりあえず昨日洗ってない食器を殲滅していくね。マジで。食器を洗います。食器を洗わないと、いろいろ関連してんの。目つき悪くてごめんね。コンタクトが入っていない。メガネかけりゃいいじゃん。メガネかけりゃいいじゃん。今いろんなことがこんにちは。ニコニコ。メガネつけると笑えます。で、いろいろ関連してて、あれなの、食器を洗ってないじゃん。したら食器のね、その食器のなんていうの、シンクが開いてないでしょ。そうしたら、加湿器が入れれないの。加湿器ってさ、結構でかいタンクで、そこを、なんていうの、てかシンクが開いてないと、タンクに入れられません。で、加湿器つけれません。で、加湿器、もう水がありません。したら、もう私は加湿器がつけれないなら、暖房はつけれません。乾燥するからです。で、暖房つけてません。めっちゃ寒いですって感じ、今。本当に。めっちゃ寒い。肩、寒っ。もう、起きる。もうそろそろ起きろってことだよね。起きます。見て、レンガじゃない？マジで。ニューヨークじゃないみたいな。やばくない？で、まだここ途中までなんですよね。で、こっちもマジで変えました。でもちょっといろんなものがいろんなところに置いてあってごめんなさいって感じで、本当に。ちょっと汚いんですけど。マジ可愛くない？このレンガ。やばくない？超可愛くない？超お気に入りなんだけど。で、こっちは、緑にしました。ドアを。すごい色だよねって、びっくりって感じだよね。マジで寒い。早く、つけようってか、まずタンク入れよう。で、その後に、爪を変えます。さすがに。これは悲しいので、もうそこら中にもう段ボールとかが、これ床なんですけど、床に貼るやつなんですけど、クッションの、そんなのも散らかっておりますけども、散らかしていきます。もうやばいです。すごく散らかっています。どうしたらいいですかって感じ。もうどっから何を片付ければいいのかわからないです。とりあえず食器を殺します。でもとりあえず洗います。洗っていきます。始めます。マジでさ、起きたらさ、洗い物が全部終わってる機械ってないんですか？あります。私が買ってないだけで、この世にはあります。
でも私はそんなの買う元気がありません。いろんな意味でね。食洗機欲しいです。あったのバイクうるさいです。昨日のもうバイクうるさいです。大きすぎます、音が。バイクって音をなしで出ることはできませんか？運転はできませんか？音を出さないとダメですか？一昨日はもう本当に違うわ。昨日の夜だからもう昨日は本当に何もできてなくて、だから1日目だよね。デイ1になったんですけど、でもう超眠くて何にもできなくてずっと寝てて、だからその2日前のままなのね。部屋が止まってんの、時が止まっちゃってんの、マジでタイムスリップで。今日はちょっと動ける感じなので、でもなんかあれなの、なんかやっぱり低オールピル飲んでるとまあなんか内容っていうか、まあ、レベルはマシなのね。その生理のその症状は明らかに飲んでなかった時より飲んでる今の方がマシなんですけど、でもなんか来ちゃう。本当にさ、お部屋マジ超変わったからすごいテンション上がっちゃって、私マジで幸せなの最近。本当に壁紙変えるだけでマジで幸せになるね。本当になんか日々が変わる。海外に住んでんのかなって思えるぐらい。まあなんかイメージは本当海外をイメージした壁紙なの、基本的に。本当にこの手袋をすることによって私は冷たい水でも全然負けません。冷たい水なんて感じません。ちょっと冷た、ちょっと暖かくしよう。何なんだろうね、このランダムに時々飲んでてもちゃんと来ちゃうの。何なんだろう。どういう規則性があるのか分かんなくて、何をした時に来ちゃうのかが分かんなくて、未だに。なんかストレスとか温度差とかなんかそういうのも関係あるらしくて、もうなんかくじ引きみたいな感じで。私さ、最近さ YouTube 更新できなかったんだけどさ、それもっていうのもさかっこよで、それっていうのもさ、なんかやっぱ僕はちょっとペットボトルも片します。もうペットボトルもそのままにしてんだから本当に困っちゃうわ。それっていうのもやっぱなんかお部屋をずっとね改造中だって、中途半端なお部屋より絶対可愛いお部屋にしたいと思ったら、もう中途半端のお部屋のまま録画を今始めてます、結局。はい、よくできました私。マジで偉いよね。100点すぎます。あなたは完璧です。はい。何ですか？はい、もう最高すぎ。で、これでやっとタンクを入れれるの。でかいでしょ？これでやっと加湿器のタンクを入れれます。これで私を乾燥から守ってもらえますので、暖房も入れれます。全てがつながりました。おめでとうございます。でもこの加湿器さ、本当にさ、悲しいことでさ、夜にさ、寝てる間にさ、水がさなくなってくれるんだよね。それってなんかルール違反じゃないみたいな。夜寝てる時一番ずっとついててほしいんだけど。頑張ったわ私。やばいわ。はい、もう食器もやりましたし、加湿器もガンガンに炊きまくって、ほらもう画面に向けて炊いてます。よくありません。絶対精密機器にそんなことをやってはいけません。はい、どんだけダメなの。おしゃれじゃん。逆におしゃれじゃないとかってぐらい斜めなんだけど、ちょっと見てくださる方に失礼なぐらい斜めだわ。はい、ということで無理やりコンタクトを目にぶち込んできたので、もうやっといろいろ整ってきたわ。やばい。ほらもう加湿が 52% いいじゃん。ちょうどいいじゃん。でも19度だからちょっと寒いわよね、お部屋的に言うと。だからもう加湿これでやっとこれはリップじゃありません。怖い。これハンドクリームですね。もう本当にしっかりして。もうでもいいの、生理の時なんてさしっかりできないんだから。できないそんなのできない。マジでネイルを付け替えてきます。さすがにもう割れてるんで、こっちは。でなんかさっきピンポンが鳴って何でしょうかって思ったら、両親からなんだろう、お歳暮が届きました。嬉しいんだけど、そう、てかさ、普通に何気に始めてたけど、ここピンクにしました。超可愛くない？ちょっと待って、ライトつけるね。私マジでこの色超お気に入りなんだけど、可愛くない？みたいな。ピンクすぎじゃんみたいな感じです。もうなんか白に飽きました。普通にもうなんか自分の好きなやつにしちゃえって思っちゃって、もうなんかぶっ飛んだ。もうごめんね、ハサミなんか皮むけちゃって。なんだろうこれ中身。もうさ、好きなようにしちゃえって思っちゃって、自分のお部屋だし。なんだろう、なんか結構さでかくない？お歳暮。何ちょっと待って、何これちょっと待って、泣きそう。ちょっと待って、これかわいい。何これ見て、お家みたいなのが入ってる。やばくない？
え、待って、ノエルスペシャルアソートって書いてある。え、なにこれ、かわいい。お家なのよ。え、マジでかわいいんだけど、これはどこの何なの？え、めっちゃかわいいんだけど、やばくない？え、てか、めっちゃチョコレートだ。チョコレートベル、何これ？あ、アマ？え、これはどこのブラン、こういうブランドがあるんですか？え、めっちゃ可愛いんだけど。え、やば、めっちゃテンション上がる。え、やば、ちょっと待って、写真撮ってさ、親に送っとこう。え、なんかマジで一気にテンション上がったんだけど。え、本当になんか生理の悲しみが結構どっか行きました。生理の悲しみっていうのも意味わかんない。本当にさ、生理になるとさ、マジでテンション下がるからさ、マジで全部吹き飛んだ、これで。え、やば、何これ、超可愛いんだけど。え、待って、本当に嬉しい。え、これってさ、何かに使えないのかな？この、多分、チョコレートが中に入って、多分その食べ終わった後とか。めっちゃ可愛い。あ、書いてある。あ、焼き菓子、チョコレート、チョコレート菓子だって。私知る。ちょっと存じ上げないな、このブランドさん。多分有名なんだろうね。私あんまりよく知らないから。ちょっと開けてみよう。本当に可愛い。やばい。すっごい肩結び。これ切ってもいいかな？リボンはいいよね、さすがに。すっごい肩結び。びっくりした。かわいい。私のさ、母ってさ、こういうリボンもちゃんと取ってんの。いつ使うんだろうってすごい思うんだけど、ちゃんと取ってあるの。お家じゃん、本当に。やばい。ね、ここにちゃんとツリーがあって、で、ここにソリがあるから、多分サンタさんのお家なのかなとか思ってます、私。なんかさ、私さ、すっごい好きなサンタさんの、昔からめっちゃ好きなサンタさんの、絵本があって、なんていう絵本だったかな。あ、サムガリ屋のサンタさんかな。あれがめっちゃ好きで昔。ね、この間さ、本屋で見つけたの、本屋さんで。サムガリ屋のサンタだ。マジで好きで、買おうか迷ったのね、その絵本を。でも買ってもさ、どうするってなって。いや、ペラペラって読むのはいいんだけど、どうするっつってクリスマスの時しか多分読まんべってなって、今ちょっと考え中買うか買わないか。開けてみます。てー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 。待って、クリスマスの曲ってどんなんだっけ？やばいんだけど。天国が広がってんじゃん。やばいんだけど。かわいい。これとかめっちゃ可愛くない？超クリスマスなんだけど。なんかノエルわかんない。なんか銀箔とか乗ってるし、なんか、なんでこんな見えないんですか？なんか葉っぱのチョコレートみたいなの乗ってる。かわいい。これとか食べれないよ、可愛すぎてさ。マジで可愛いんだけど、ちょっとこれも中身も写真も撮って送っとこう。本当に可愛い。やばい。両親に何も送ってない、私。これはこの上。めっちゃ可愛い。上はこんな感じ。こんな感じで、上もちょっとなんかチョコレートと、多分2段目が焼き菓子で、1段目がチョコレートですね。ちょっとやばい。クマさんのチョコレートあります。これはどうやって食べるんですか？人間ってこれを食べれるんですか？食べれない気がします、私。可愛すぎて。やばい。チョコがめっちゃカラフルなチョコが5個入ってて、あとこれ、特別ボックスもあります。すごい肩結び。私こういうののゴールドめっちゃ好き。綺麗。綺麗。映りそう、自分が。うわ。最高じゃん。待って、これってチョコレート屋さんなのかな？チョコレートベル、アマールかな？わかんない。やばいじゃん。ちょっと待って、泣く。なんかもう嬉しさがやばい。やばい。見て、ほら、チョコレート巻いてます。ねえ、これを一人で消費するの贅沢すぎじゃない？本当に今日さ、やばいね。本当にさ、なんか、甘いものが食べれるのが本当に嬉しい。なんか、なんか本当に精神おかしくて今。本当にちょっと泣けちゃうかも。なんかわかんないけど嬉しすぎる。本当にありがとうって送っとこう。マジで嬉しい。本当に可愛い。プレゼントセンスやばいね。てか私さ、この間さ、ついにさ、初めてさ、チャット GPT と喧嘩したの。喧嘩っていうかもう私が一方的に怒ってるって感じ。本当なんかやばいよね、 AI と喧嘩する人間。どんだけって感じじゃない？初めて AI に怒りました、私。なんで怒ったかっていうと、多分ね、仕様が変わったの、多分最近。で、なんかさ、もうさ、なんか注意ばっかしてくんの。いちいちさ、安全面の面からみたいなさ、なんかもうさ、なんか意味わかんない注釈つけ出して、なんか、でもね、それはね、みたいな、なんかそのさ、なんていうの、私に全部同意しなさいってことじゃないんだけど、いつからあんたは人間みたいになっちゃったのよって思ってさ、いちいち毎分さ、送ってくるのが全部なんか、
でも一応これを言っとくねみたいな、変なさ注釈じゃないけど警告みたいな、警告なんかわかんないけど、なんか安全規制のためにみたいなさ、私そんなさなんか危ないこと全然言ってないんだよ。わかんないんだけど、なんか調子乗んなみたいな感じのことずっと言ってくるから、なんかどうしたのみたいな、何が起こったのみたいな感じで、一旦落ち着いてみたいな、 GPT みたいな感じで喧嘩したの。喧嘩っていうか私が勝手に一人で怒っただけ。でもそれで治るのかわかんない。性格変わっちゃったのかも。性格っていうかシステムっていうか、前のモードに戻るねとか言ってくれたけど、本当に戻ってくれるのかわかんない。いろんな規制があるんだろうね、私たちにはわからない世界の。なんかそれはわかるんだけども、私別に AI に人間性を求めてないんだよね。 AI には AI の良さがありますみたいな。てかさ、もう2025年も終わるね。私ね、新しい年になるの好きなの。なんかワクワクするの。でも2025年もめっちゃ楽しかった。本当に本当ありがとうございますって感じ。関わってくださって方々、なんか何が一番楽しかったかって言われると、印象深かったのはやっぱ東京に来たことですよねとか言ってなんかまとめ出すっていう。突然爪できました。こんな感じです。パラパラと雪の結晶が。てか待って、マジで寒いんだけど。温度さ20度って寒いんかな。20度あるんだけど今。もう本当に正解の温度がわからなすぎて困っております。ということで、晩ご飯を買ってまいりました。もう、動きたくないって思うんですけど、でもご飯も作りたくないっていうのもあって、美味しいものが食べたいっていう感じで、成城石井さんに行ってまいりました。ありがたい 10% 引き。めっちゃ美味しそうじゃないこれ。豆とブロッコリーのおからサラダ。あともう一つは、なんかこれね、見たことなかったの。初めて見ました。なんだろう、めっちゃ美味しそうなんだけどさ。鶏団子春雨スープ煮。これ私カメラ近い。もしやもっと離れた方がいいかしら。私こんな感じかしら。なんかお花とかも飾りたいな。もうちょっと今お花買ってないんだけどさ、何も。ちなみに私今、めっちゃ腹巻き。生理中はマジで冷やしちゃダメだから。いつでも冷やしちゃダメだけど、生理中は特にダメよ。なんでさお部屋をさ大改造しようと思ったのかというと、理由はよくわかんないのわかんないのかいみたいな。だから突然やりたくなって、で目指したのは洋画のロマンス映画の主人公の部屋を目指しました。マジで分かりやすいんだか分かりにくいんだかみたいな感じなんですけど、まだ完成してなくて、ちょっと上の方とかはねまだ腫れてないんですけど、なんかねやっぱね細かいところがねちょっとやっぱ素人のあれだからね、なんか下手なとこいっぱいあるんだけど、めっちゃ大満足なの。本当にみんなもさよかったらやってみて。本当にさ楽しいし、まあ大変だよ、大変だけどね。何か作ったりするのが好きな人は絶対楽しいと思う。私なんか気分がめっちゃ変わんの。白いさ壁もめっちゃいいんだけど、安心と安全って感じで、やっぱさなんか自分らしさが出たさお部屋だとやっぱテンション上がるね。本当に嬉しい。でもお部屋ってさ結構さお部屋変わることで人生変わったりするらしいよ。風水とかじゃなくてね、普通に人間の脳の働きとして毎日見てるからね。いつでも。なんかさ成城石井さんのサラダ好きでさ、成城石井さんのサラダにしようと思ったんだけど、なんかもう冷たいものを食べたくなくて、今もう温かいものを摂取したくてね。なのにさカフェ行ったらアイスティー頼むの怖いよね。ホットティーマジで苦手でさ、猫舌がさ暴れちゃうのよね。どんなに冷やしても冷ましても猫舌はもうもう止まりませんっていう感じで、めっちゃ美味しそうなんだけど。鶏団子春雨スープにこんなんマジで見たことある。これみんな熱い鶏団子めっちゃでかいんだけど。この間さ曽根ちゃんと曽根和ちゃんと一緒にディズニーシー行ってきて、クリスマスのディズニーシー行ったことなかったのでめっちゃ行きたくて、私がリクエストして、曽根和ちゃんもめっちゃディズニーに詳しい方らしくて、もう本当にもう何から何までお世話になって、もう本当にありがたくて、でビリーブをもう一回見たんだけど、もう大号泣。なんであんなにさ、もう曽根和ちゃん引いてたぐらい大号泣してたもん。私2回目だよ、しかも見たの。なのに大号泣。本当にさ夢とか愛とか言われるともう私ダメなの。ね、待って、今更なんだけど、カメラってどっち見ればいいんだっけど、こっちもうわかんない。ちょっと許して、私が変な方向を向いてても。なんかさ夢とか希望とかさ本当にさ忘れたくない。私は死ぬまで絶対にさ死ぬ時まで胸に抱えて死んでいきたい。夢とか希望とか愛を忘れたくない。見て美味しそうすぎん。
なんか団子がバリでかいんだけど。だって見て。めっちゃでかいんだけど。いただきます。めっちゃいい匂い。いただきます。やば、これマジで好きな味。めっちゃ美味しい。何これ。めっちゃ優しい。やっぱりこれ生理中に本当におすすめみんな。生理前はめっちゃジャンキーなものが食べたくなるのね。ほんとマックとか。でも生理が始まると、あっさりしたもの食べたくなるんだよね。本当に美味しい。やばい、これめっちゃ好きかも。これでもなんか、夏とか見なかった気がする。冬限定かな。生姜もめっちゃ入ってる。最高すぎ。丸いものって大体美味しくない？私丸いもので苦手なものない気がする。本当にお部屋綺麗にするの楽しい。綺麗っていうか、柄変えるの。私は今回は壁紙と壁紙に貼る、剥がせる用の賃貸用のやつを壁紙本舗さんで全部購入したんですけど、壁紙屋本舗さん。ぶっちゃけ最初はめっちゃ大変。みたいな。なんか伸ばさない腱や筋肉を伸ばすみたいな。こんなんで貼ってんの。みたいな。多分これ一人じゃなかったらマジでもっと本当に楽なんだと思う。そういう時にさ、恋人いる人いいなってマジで思うよね。物が取れない時とかさ、マジで一人で永遠にさ、つま先を伸ばすじゃん。私これさ、なんか、椅子の上に乗ってやってんだけど、どうしても脚立を手に入れる方法が思い浮かばなすぎて、脚立なんてさ、家に置いといてもさ、使わないじゃん、もう、多分。でもレンタルしてるホームセンターあるけどさ、ホームセンターまでさ、駅で行かんといけんくてさ、駅でってか電車で行かんといけんくてさ、電車の中を脚立持つってことって思って、こんなんだよ。めっちゃ高いやつをこうやって。見たことねえよ、そんな人って思って。いや、マジでさ、脚立いる時ってさ、一人暮らしの人どうなってんの？都会に住んでる。車とかない人。マジで謎なんだけど、未だに。まあ、椅子がめっちゃ、なんか謎にめっちゃ上がる椅子だったから、ウィーンってさ。だから助かったんだけど、でも安定感悪いから、他のソファーとかで押さえてやってるんだけど、でもなんか最初はそれの技術分かんなかったからさ、私このままずっと回転しててさ、椅子が。これ私さ、例えばここでバーンって私が落ちて、頭の打ち底悪かったら、一人で死ぬんだなと思って。いや、家族とかさ、いや、まあでもまあ、それはもうあれなんだけど、もう運命っていうか、もうなんていうの、賭けっていうかさ、なんかもう、なんていうの、まあ、無理な時は本当に無理なんだけど、なんていうの、だってさ、一緒に暮らしてる人でもさ、恋人がいたらいいけど、たまたま仕事とかでさ、いなかったら結局あれなんだかもう結果論なんだけど、でもなんか一人で恋人とも付き合ったことなく、彼氏を一人も行ったことなく、死んでいくの寂しいと思って。そういうことを考えながら壁紙を一人で貼ってました。本当にこれね、気分変わるから本当におすすめよ。されど壁紙みたいな。本当にマジでみんなやってみて。苦手な人はマジで苦手かも。なんかこういうのを作ったり貼ったり切ったりするのがマジで嫌いっていう人もいるから、そういう人からしたらマジで苦行。そういう人はなんか依頼したらいいかも。なんかね、サイト見てたら、別のね、壁紙屋本舗さんじゃなくて、そういうなんか家のことをやってくれる壁紙貼ったりとか、をやってくれるなんかフリーランスなのかなあれわかんないけど、なんか個人で引き受けてくれる人とかもいたっぽいから、それはそれでできるっちゃできますね。お金かかるけど。でもさ、東京に来てさ、めっちゃ変わったことといえばさ、東京に来てめっちゃ変わったの私。いろんなことが。まあもちろん生活のサイクルとかももちろん変わったんだけど、そういうことよりなんかメンタル的にめっちゃ変わった気がしてて、なんかいろいろ変わったけど、一番大きいのがなんか本当に、なんかノーと言えるようになった。なんか嫌なものは嫌って言えれるようになった。っていうのがめっちゃ大きい自分の人生の中で。あと、これ曽根ちゃんと動画撮った時も、後で動画上げるんですけど、いつ開けるかはちょっとわかんないんだけど、曽根ちゃんとの動画で話してたんだけど、なんか自分がやばいやつだって思わなくなったの。地元にいた時って、なんかもう自分ってなんか本当に変人で、ちゃんと生きれない人で、みたいな。みんなみたいにちゃんとできない人みたいな感じでずっと思ってたのに、長年。結構それに苦しんでたのね。なんかみんなみたいになりたいみたいな。ちゃんとできる人になりたいみたいな。でも東京に来てそれが本当になくなって、めっちゃ楽になったの。なんでだろうね。東京って別にそんなさ、めっちゃ変わってる人がいっぱい多いとか、そういうこともない気がするんだけど、なのになんか変わったの。いろんなパターンの人がいるからかな、普通に。都会に住んでる人とかがさ、自然のさ、あるところとか山とかに行ってさ、息しやすいみたいな感じで行ったりするじゃん。私は逆で、ほんとそんな感じで、東京に来て、息しやすいみたいな感じなんだよね。私あんまりなんていうの、めっちゃ都会みたいな、なんか新宿、原宿、渋谷みたいなところできるだけ避けて生きてきてるからそういうところは私もそんなに好きじゃないんですけど、東京の。さっきも言ったけど、嫌なものは嫌って表現できるようになったのが、めっちゃ大きいって思います。なんか、
私男性に対してもそのノーっていうのがすごい怖かったのね。なんでだろうね。癖なんかな、昔からの。なんかその断るのがめっちゃ苦手で、断ったら悪いよなとかって思ってるとこがあって、でこれ結構これある人いるんじゃないかなって私は思うのが、そのノーって言えない人だとなんか男性を好きになるのむずいのかなとか思ったりとかして。だってね、なんでかっていうとね、ノーって言えないのって結構怖くない？なんて言うんだろう。だからなんか恐怖なの。なんて言うんだろう。めっちゃむずいんだけど、だからなんか好きになっていただくのが怖いみたいな、変な恐怖感があって、ノーって言えないから。これ伝わるかな、なんか意味わかるかな、なんかそういう考え方があって、まあ別にその好きになってもらってるわけじゃないんだけど、別にそもそも今までの人生で。ただなんかそういう恐怖心が自分の中にあって、ただ今はもうなんかそのノーと言えるようになってからは、別になんか好きになっていただいても別にこちらが好きじゃなくて答えれなかったらごめんなさいって言えばいいだけだし、なんかね、なんか知り合いの男性が言ってることに対して私はめっちゃはって思ったことがあって、結構昔に。なんかさ、なんでさ女性ってさデートに来て、その男の人がなんかホテルとかに誘おうとしたら断ればいいだけなのに、なんで怖いとか言い出すのみたいなこと言ってる人がいて、怖えだろとか思って、私からしたら普通に怖えだろって思うんだけど、なんかわかんない、日本の女性に多いのかわかんないんだけど、なんか断るのちょっと悪いことみたいなところがなんか私にはあって、だからなんかなんだろうね、今までの人生そもそも断ることがあんまりいいイメージがなくて、なんでも。だからなんかその誘われること自体が怖いの。ホテルとかに誘われたらもう終わりみたいな。だからってついていくわけじゃないよ。そうなんだけど、嫌な気分になるっていうか、断るのが苦手だから。なんかめっちゃ難しいんだけど、なんか本当にノーって言えるのってマジで大切だなって思いました。だからなんかなんて言うんだろう、スタート地点にすら立てなかったんだよね。恋愛とかの。ノーっていう機能がなかったから、私に。だってそしたら全部受け入れなきゃいけないじゃん。そんなん怖いじゃん。恐怖だったんだけど、ノーって言っていいんだって思ってからは、なんか男性のことがそんなに怖くなくなって話しやすくなりましたね。おから大好き。これが最近私に起こった結構大きな変化。でもなんで東京に来てノーって言えるようになったのかはわかんない。選択肢が多すぎてノーって言わないとやっていけないからかな。恋愛だけじゃなくても何でも。本当にさ、前はさ、チラシとかでも断るの苦手だって、ティッシュ配ってるのとか、あとなんか物とかも欲しくなくても店員さんがめっちゃガンガン押してくる人だったらなんか欲しいのかなとか思ってきちゃうとかして買っちゃったりとかしてたんだけど、今はいらないものはいらないって感じで、それによって前より全然男性と話すのが苦じゃなくなりましたね、多分。ほんとね、断ったりとかはっきり嫌ですとかっていうのってなんか悪いかなとか思っちゃうよね。なんか不思議とさ、海外に行ってた時って結構日本にいた時よりはノーって言えたんだよね。なんか英語ってノーって言いやすいんだよね。なんでだろう、わかんないんだけど、なんか意見を私は結構はっきり言うのが英語の方が簡単だった。めっちゃ腹巻きでごめんね。突然だけどさ、3日ぐらい前にさ、私ってね、突然古着が欲しいって思ったのね。ヴィンテージとかのやつじゃなくて、普通の。で、行ったらさ、めっちゃ可愛かったの。めっちゃ久々にさ、地元では行ったことあったけどさ、こっちでは行ったことなくて、古着屋さんに。だからめっちゃ可愛いのにめっちゃ安くてさ、本当におすすめなんだけど、みんなちょっととりあえず買ったもの紹介していい？マジで可愛いから。まずさ、一番のお気に入りこれね。超可愛くない？これさ、なんかニットのめっちゃ可愛いのこれ。もう超ビラビラがついてんのやばくない？私多分さ、古着屋巡りしそう。本当に本当可愛い。だってこれさ、何円？1000円もしなかったわ確か。これどこのやつなの？イングにちょっとわかんないんですけど、超可愛くない？しかもめっちゃ綺麗だってさ、ものがさ、こんな素敵なやつがこの値段でみたいな感じで、これめっちゃ可愛くない？これあとスカートマジで可愛くない？これはあっつってスパンコールめっちゃついてんのやばくない？これロングスカートね。これマジでさ、これが1000円ぐらいはマジで F いって、これどこだったんだろうとわかんないんですけど、どっかの、しかもこれゴムなの最高すぎん？可愛い。これクリスマスとかのさシーズンに最高だと思って、別に予定ないんですけど。でこれはね、テチチわかんないちょっとごめんなさい、ブランドに疎くて。これ可愛くない？このちょっとなんかベルベットのような、レースのような可愛い赤いスカート。これはロングというよりかちょっと
膝下よりちょっと長めみたいな感じでブーツと一緒に履きたくて、超可愛いんだけどみたいな。でこれさ、部屋でも着れるし外でも着れるしみたいな感じで超可愛くないと最後に迷って買ったんだけど、ディエベルっていうブランドらしい。未使用品って書いてある。これも多分1000円ぐらいだったけど、超可愛くない？これ見て、可愛い。やばいよね、これ部屋で着ても絶対可愛いの。めっちゃ可愛い買い物しちゃったっつって。ちょっとマジでハマりそう。いろんなところ巡りそう。ほんと古着屋巡りしたい。でもさ、私さ、多分さ、今からまた寝ると思う。眠いのすごい眠いの。ということで今回も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。もう次はもう生理じゃなくて元気もりもりみたいな私で多分登場いたすと思います。よろしくお願いいたします。ということで皆様も生理の時は無理をせずに自分を蜂蜜のようにドロドロに甘やかしてください。ということで今回も見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ほんじゃまたね。バイバイ。